皆さん、こんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は、私たちに襲いかかる食糧危機について、なぜ高い確率で食糧危機は起きると言われているのかがわかります。この動画を最後まで見終わる頃には、有事の際の対策として食料備蓄を始めることの必要性と緊急度がわかると思います。実は、最悪の事態は間近に迫っているので迷いは禁物なのです。そしてもう食糧危機は起きる、起きないという議論に労力と時間を使う必要はありません。というのは、冷静になって日本国内で起きていることや世界で起きていることを知れば、今まさに嵐の前の静けさという感覚がわかるからです。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、このチャンネルでは何度か言わせてもらっていますが、我々は災害国日本に住んでいる以上、どこかのタイミングで災害に遭い、水や食料、電気に困ることになると思います。なので、食料備蓄は誰もが絶対するべきです。それを大前提として話を進めます。今回の動画では冒頭に話した通り、現在世界的レベルで食料危機が迫っているということをお伝えします。普通で考えれば現在の日本に食料危機など起きるわけがないと多くの方が考えると思います。24時間営業しているコンビニがあって、必要なものはすぐ手に入りますし、局地的な災害が起きても1週間もあれば水、食料は手配が可能だと思います。しかし、なぜ最悪の事態が近づいていると言われているのでしょうか。それは今危惧されている食料危機というのは様々な要因で引き起こされる可能性があり、ここ数年で一気に加速している状況だからです。その様々な要因というところの話が深くて、もしかしたら陰謀論と言われる分野にまで及びます。まず単純に我々が食料危機に追い込まれる状況とはどのような状況か考えてみましょう。と言っても特に難しい話ではなく、単純に我々が食料を食べることができない状態になるのはどういうことかです。1、お金がなくて、もしくは足りなくて買えない状態。2、農家の経営が厳しく米、野菜が作れない状態。3、畜産家の経営が厳しく肉の生産ができない状態。4、中国による台湾侵攻が始まった場合、仕入れ縁が麻痺して食料、燃料の輸入ができない。5、包装材で使うアルミなどが不足し、加工食品を生産できない。6、食料輸出国で問題が起きて輸出できない。7、軽油、アドブルーなどのトラック燃料が枯渇し輸送が麻痺する。8、天然ガス、原油、鉱物などの流通が麻痺してインフレが進む。9、ウクライナ・ロシア紛争で核攻撃が起きた場合、農産物は育たない。10、中国の経済崩壊により世界的金融パニックになる。11、1から10の項目が原因でスーパーから商品がなくなる。など挙げたらキリがありません。しかし、なんと今これらが同時進行で進んでおり、幅広く情報を集めている人たちが警告を鳴らしている理由でもあります。一つ一つ説明するには動画の尺の関係もありできませんが、全てが同時に進行している関係で何が口火となって事態が悪化するのかわからない状態だと思うのです。元はといえばウクライナ・ロシア紛争から始まったかのように見えますが、そんな単純な話ではないところに問題の重大さが存在します。先日、ウクライナのゼレンスキー大統領がアメリカ議会で演説し、軍需物資2400億円の追加支援が決まりました。これはどういうことかというと、戦争は長引くということなのであり、食料危機が起きるパターンのいくつかが起きてくることを意味しています。先に挙げた項目で、中国の経済破綻による影響はリーマンショックの数十倍の規模と言われていますので、その影響もかなり高い可能性を秘めています。中国の経済崩壊については、不良債権化した規模の実態が全く把握できていないというところに恐ろしさがあります。中国共産党は今回の流行り病でもそうですが、どうしようもなくなるまで隠蔽して、最後には世界を巻き込んで混乱を招くということを常に繰り返しています。金融関係者は戦々恐々としていることでしょう。さて、ウクライナ・ロシア紛争が簡単には終わらないだろうと言われているのは、そこに利権が絡んでいるからであって、食料危機についても環境問題の利権と絡み、グローバリストと言われる国際金融資本家たちが画策したことですので、最悪の事態を止めようとしているというよりも、最悪のことを起こして自らの支配力、利益を最大限にすることを考えているかもしれないのです。都市伝説、陰謀論と言われる類の話になってきましたが、
少なくとも今お話ししたことは実際ある話ですし、そのように考えると全ての辻褄が合ってくるのです。このような情報に触れたことがない人にとっては驚きなことかもしれませんが、きっとそこにはお金のために人の命をないがしろにするわけがないという性善説に基づいた発想だと思います。ところが今まで人類の歴史を見てみると、全くそんなことはなくて、歴史は繰り返されていることを知ることになります。だから悪巧みをしている者たちは我々に正しい歴史を学ばせないようにしていると思います。手口はいつも同じだからです。少し国内の話に戻します。まず国内の問題は何かというと、米作などの農家だけではなく、酪農家も経営が大変で、2023年には 98% の農家が赤字経営に転落するという問題です。つまり生産ができなくなるというわけです。これは1971年から2018年まで続けた減反政策といって、米の生産量を減らす国策を取ったことが関係しています。減反政策によって農家は米の生産を減らすことで減った収入を補助金をもらって補い生活を保ってきました。米の値段を保つために米を作らせないようにするというもので、その減った分を補助金を使って農家の生活を保障していたというわけです。ところが2018年にその補助金がなくなり、自身の収入を増やすためにはより多くの米を作る必要が出てきたところに、肥料やエネルギー高騰などによって採算が取れなくなってきているのです。日本の農家が存続の危機的状況に追い込まれている要因は他にもたくさんあるのですが、今回は割愛します。日本の食料安全保障という観点でいうと、このような状態は危険だと思いませんでしょうか。自分たちが食べる食料を自国で賄えない状態になっているということです。日本の自給率 38% は先進国の中でもかなり低い方で、実際はもっと自給力がないとも言われています。これはこれで闇があって、 JA という機関や関係議員たちが自らの利益に優先順位を置き、日本の食料安全保障をないがしろにしてきた結果なのです。以上のような国内の状態で、さらに世界で起きている状況を考えると、私たちの命にはすでに危険が及んでいると言っても過言ではないわけです。農家の方の中にも、日本では食料危機が起きないと言っている方もいますが、その方は生産者だから常に食べ物には事足りると思うかもしれません。戦後の日本で食糧難に陥った時にでも、田舎では普通に食べるものには困らなかったということを言いたいのかもしれません。しかし我々を取り巻く状況は、そのような局部的な話で語れるほど単純ではないのです。アメリカではこの2年間の間に17件以上もの食品関連工場が火事・爆発が起きていて、 FBI の報告によると人為的なことが原因だと発表しています。穀物の輸出大国であるアメリカの農業に打撃を与えることを誰かがさせているわけです。関係があるか分かりませんが、日本の食品工場もいくつか火事に見舞われていますよね。考えすぎでしょうか。真実は分かりません。直近で日本で起きることとして、ウクライナ・ロシア紛争によって引き起こされているエネルギー問題によって、これから日本でも電気代・ガス代が上限なしで値上がりすることになります。そうなると先ほどのリストにも挙げた通り、物はあるけど高くて買えない人が続出してくるというわけです。食料がなくて食料危機が起きるだけではないのです。低所得者から犠牲になっていきます。どちらかというとこのパターンが最初に起きると言われています。だからこそ低所得の人ほど今すぐに食料備蓄に力を注がなければならないのです。確かに低所得の場合できることは限られると思いますが、自分で考え工夫して対応しないと本当に取り返しがつかないことになると思います。考えてみれば、食料備蓄というのは将来食べる食料を今買うわけですから、毎月ギリギリの生活をしている場合、1年先までの食費などあるわけがないというかもしれません。でも準備しないと困るのは自分ということになるのです。私も決して裕福ではなく、むしろ低所得者の部類に入ります。ですから限られた収入の中で考え、情報を集め必死で対応しています。当然のことながら娯楽など二の次になります。生きるためには仕方のないことです。いかがだったでしょうか。今回取り上げた世界情勢については、ぜひ各自情報に触れてみてください。10分足らずの動画では全て話せませんが、今回動画を作成するにあたりシナリオを作成しながら自分の頭の中を整理することができました。普段からテレビ・新聞を情報源にしている人にしてみたら信じられないことばかりかもしれませんが、決して SF 的な話ではなく、世の中に存在する情報を集めれば今回話した内容になるのです。先ほどの11項目については言いたいことがいっぱいありますので、
また別の機会に動画作成をしてみたいと思います。スーパーから食料品がなくなるのはあっという間です。パニックになる必要はありませんが、急いで準備をした方が良いと思います。共に何事もなく世界平和が実現することを祈りつつ、食料備蓄をしてこの難しい局面を乗り切っていきましょう。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。